その前。皆様こんにちは。ANA チーム羽田オーケストラと申します。本日はよろしくお願いいたします。我々は昨日、東京は羽田空港から、関西空港行きの飛行機に乗って到着後バスに揺られてここ和歌山県紀の川市岸川というところまでやってまいりました。和歌山県初上陸でございます。本当にこのような機会をいただけたこと光栄に思っております。その思いがあふれるばかりに我々ステージの上で大変緊張しております。見ての通りですね、我々はただの社員なんですね。ですので温かく見守っていただきたい。飛行機を飛ばすことは一流でも音楽に関してはそこまで。どうか続いての曲もリラックスしてお聴きいただきたいと思います。 ANA グループスローガンがございます。
安心、あったか、明るく元気、このスローガンを表すシンボルフラワーがございます。それがひまわり。続いての曲、葉加瀬太郎さんのひまわりお聴きいただきたいと思います。
ありがとうございます。ひまわりお聴きいただきました。いやー、緊張するな。ここ岸川障害学習センター輝きホール30周年、それを記念すべきコンサート企画として、我々羽桶にお声掛けいただいたとき、自由席といえども、チケットをお配りしようと、そうしないとお座りいただけない方が出てきてしまうので、チケットをお持ちの方が当日お越しいただくという、残るかなと思ってたんですね、チケットがね。そしたらあっという間になくなったとか、いや高い期待をですね皆さんされてこの客席に座ってらっしゃるんじゃないかと思いましてね、大変心配に思っていたわけでございます。一応拍手がいただけているということは音楽にはなっているということですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いての曲、せっかく初めて和歌山県内に上陸いたしましたので、ゆかりのある曲を少しでも演奏したい。続いての曲、これが分かる人はねだいぶお年を召してるんじゃないでしょうかね。アルペン、スキーのですねメーカーさんのコマーシャルソングで起用されたご出身広瀬香美さんの「ロマンスの神様」、今後初公開をお届けしたいと思います。ぜひとも皆さん口ずさんでいい恋ができますように。
様、初めて演奏させていただきました。本当にこのような機会をくださってありがとうございます。スキーやスノーボードをお楽しみの方にとっては、ゲレンデに行くとこの曲がよく流れていたな、そんな風に思い出される方もいらっしゃるのではないでしょうか。この曲に引き続いてですね、少しそうですね、昔ってほど昔でもないですかね。イーチコでございますよね。イーチコ自体はね、大分県の特産品っていうんですかね、焼酎でございますけれども、その CM ソングで流れている、元はビリー・バンバンさんの「また君に恋している」、これを、和歌山ご出身の坂本冬美さんが、カバーされたことで、お茶の間っていうんですかね、今の方々にも多く知られている曲だと思っています。ロマンスの神様の次ですからね、また君に恋してもいいのかなと思いましたね。笑うところですよ。後でね、メンバーからボロクソに言われるんでしょうね。しっとりお届けしたいと思います。私の皆さんから見て左手フルートにご注目ください。また君に恋している。
また君に恋しているお聴きいただきました。実は1月2025年初めて皆様の前で演奏するイベントが九州大分空港だったんですね。で大分にね行ったのは実はその時初めてだったんですよ。今日ここに和歌山に初めて参ったようにでゆかりのある曲をやってみたいと思った時にイーチコがね思い浮かんだわけですね。そうするとやっぱりビリー・バンバーさんかなということで坂本冬美さんをやりましたら、偶然だったんですが坂本冬美さんも和歌山ご出身だということに本番の当日気づきまして、大分空港で2月は和歌山に行くと宣言をし、皆さん和歌山にも行きましょうと言っておった、そんなエピソードがございます。いや、こんなに早くこの時が来るとは思っていませんでしたね。もう1ヶ月弱ぐらい前のことなんですが、あっという間でした。2025年も言い換えればもう2月中盤を過ぎようとしています。今年新年を迎えた時のフレッシュなあの気持ち、まだ皆さんお持ちですか？2025年目標書かれましたか？今年はこれをやりたい、そのように思われたこと、もしあったらぜひともお手伝いしたい。あるいはまだ立ててないぞという方、間もなくしますとサラリーマン的には新年度というやつがやってまいりますね。小学生、中学生、高校生の皆様におかれましても、新学期が始まる、あるいは入学される、そのような春のシーズンがやってまいりますが、ぜひとも今年やりたいと決めたことをやるなら今でしょということで、続いての曲お届けしたいと思います。緑黄色社会さんから、今なんじゃない、違った、メラ。応援しないで。傷つくから。やだ。
手拍子ありがとうございます。ここまで何曲かお届けしてまいりましたけれども、お楽しみいただけておりますでしょうか。ありがとうございます。本日はですね、2部制になっておりまして、続いての曲が第1部の最後の曲となります。特にアンコールのご用意はございませんのでいつがきよく終わりましたら次のコーナーに進んでまいります。それでもその前にやはり皆さんともう少し仲良くなっておきたい。ちなみになんですが、何名かですね、いつもおるなという人はいらっしゃるんですよ。で、何ですか、昨日の夜23時からこの施設に迷惑をかけて並んでた人がいるとかいないとか、すごいですね本当にねっていう方はいいとして、羽田オーケストラ知らなかったけど初めて来てみたぞみたいな方っていらっしゃるんですか。ブー本当にですね、演奏品質と運行品質には全く関係ございませんのでどうぞご安心ください。そうですね、青い翼でございますので、第1部の最後の曲は青に濡れたいと思います。まだ昼下がりではございますが、夜遊びさんから群青をお届けいたします。途中手拍子がございますので、よろしければぜひとも。本日シートベルトはございませんよ。お楽しみいただきたいと思います。それでは参りましょう。群青。
それではピアニストの方、ドラムの方、お座りください。さあ、ここからですね、先ほどアナウンスでご紹介のあった、楽しくなるかどうかはさておきですね、交流の機会をということで、質問や、ご感想を、皆様からいただく、そんな時間をここから30分弱ですね、短ければ短いほど私はありがたいんですけれども、過ごしてまいりたいと思います。で、左右にですね、このホールのスタッフが控えてございます。手を挙げていただきますと、速やかにそのマイクロフォンがあなたのもとへ参ります。この会場内で起こっている出来事は、基本的には変な形で外に出ることはございません。そこら辺でね、いかついカメラを人様の迷惑も考えずに立てている人がいるやいないや知りませんけれども、なんか撮ってる人いますけれども、基本的には悪いようにはされないということでございますので、安心してご発言いただきたいと思います。もし万が一ですね、危ないなという発言がありましたら、遠慮なく私の方からお叱りさせていただきますので、ご心配なきよう。さあ、我こそは一番手、名乗り上げたい方いらっしゃいましたら、ぜひとも。お会いがありました。怖い。紀の川市桃山町の滝本と言います。今日は登場訪問ありがとうございます。質問なんですけども、後ろの方の女性の一人だけ黒の早く隠れて、なんか意味があるんですか？いい質問ですね。ありがとうございます。私がですね、今マイクを持ってございますよね。これをこうやって持っていくとですね、どんどん逃げていくんですよ。なのでね、答えられる質問は私がお答えして、ちょっと答えにくいことがあれば、メンバーの皆さんにもね、声を出してもらおうかな。彼女はですね、羽田空港のラウンジって呼ばれる施設でバーテンダーをしておりまして、普段こうやって多くのお客様の前に立つ仕事というよりは、ラウンジにお入りになられた限られたお客様の前で、お酒を振る舞ったり、ノンアルコールのカクテルを振る舞ったり、そのようなお仕事をしておりまして、その制服が、このようなデザインなんですね。一人だけね、プロの演奏家がいるって思われたかもしれませんけれども、れっきとしたただの社員です。はい、ご質問ありがとうございました。1番目の質問としては素晴らしい質問をいただきましたね。本当にありがとうございます。こんな具合で進めてまいろうかと思います。ちなみにですが、ご質問されるときに今お名前をおっしゃってくださいましたけれども、必ずしも恥ずかしい方はお名前とかは伏せたままお話しされたとしても全然問題ございませんので、お気軽にお手をお挙げくださいませ。一番遠くから来たぞみたいな方いらっしゃいます？我こそは一番遠いはずだ。広島より遠い人いる？新潟？新潟より遠いぞっていう人いない？いないんだよ。なんか指さされてる。どこなの？どこなの？じゃあ言ってみようか。なんか自信があるんだね。よし、行ってみようか。どちらからいらっしゃったんですか？名前は言わなくていいとか言ってるのに、どちらからいらっしゃったんですか？福岡から。福岡から、ありがとうございます。どうやって来たのかな？JAL で来たのかな？青い翼で来させていただきました。青い翼でね。はい、そうなんだ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今ね、少なくとも福岡から
そして広島から、そして新潟からいらっしゃってるということで、いや、遠方の方からお越しくださって本当にありがとうございます。さあ、場をつなぎましたよ。2番手いらっしゃいますか。お、手挙げてる。どこどこ。あ、お願いいたします。パイロットになりたいんですけど、どうやったらなれますか？これはですね、いい質問すぎて私答えられないので、潔く後ろの本物にお渡ししましょう。あれ、こんにちは。パイロットになりたいのはお兄ちゃんですか？あ、それはですね、たくさんご飯を食べて、たくさん勉強して、たくさん遊んで、頑張ってください。パイロットはですね、勉強3分の1、それから、体が3分の1、身体検査がありますからね。そして操縦が3分の1、3拍子揃ってるといいです。で、どれも全部70点でいいです。どっか100点でどっか69点だとダメなので、全部バランスよくね、人参も食べて、玉ねぎも食べて、お肉も食べて大きくなって挑戦してください。質問してくれてどうもありがとう。嬉しいですね、こういう質問をされるとね。赤い翼には言ってほしくない。もう大興奮ですね。さあ、そういう職業に関わるご質問なんかも、もしかしたら私以外のメンバーがしゃべるきっかけになるかもしれませんね。ドキッとしたメンバーいるでしょうね。僕の目はあまり良くなくてですね、もし手を挙げているのに私が無視していたらごめんなさい。あ、いらっしゃいますか。あ、見えた。はい。皆さん非常に楽器がお上手なんですけど、学生時代に音楽部もしくはオーケストラ関係の、お勉強された方、もしくは、全然そういうことは関係なしに会社に入ってから職場の仕事の最中にお勉強されたのか教えていただけたら助かりますけど。ありがとうございます。まずはですね、冒頭で演奏が上手だと言ってくださったこと、誠にありがとうございます。本当にお恥ずかしい限りで。そうですね、今日この後岸川中学校の吹奏楽部の皆さんともご一緒して演奏をお届けするんですが、中学校から吹奏楽部でやってたぞ、手を挙げてみようか。で、ちょっともう一個聞いてみようか。その中学校で始めた時と今手に持っている楽器がまあ同じだぞっていう、ずっとそれをやってるぞっていう方、手を挙げてみようか。まあこういう具合なんですね。で、ここで手が上がらなかったのが私とあなたかしら。彼女はですね、まあ音楽の学校に行ってましたね。まあ音大っていう言い方をしていましたね。はい、音大です。で、今日このホールが誕生してから本当ずっとあると聞いてるんですけども、スタインウェイという素晴らしいグランドピアノで今日演奏していて、本当に気分がいいですよね。で、私はただの習い事でやっておりまして、なんかクラブとかそういうことはやっておりませんでした。なのでこのバンドを結成してからとっても怒られるんですね。その一人でずっと弾いてきたでしょ的な演奏の仕方をするものですから、合わせろとかね、お前が世界の中心だと思ったら大間違いだぞみたいなお叱りをたくさんのメンバーからもらいながらやっています。
ちなみに彼の名誉のためにもう1名だけここにいないメンバーのご紹介をしておきたいんですけれども、この羽音系を作り出したというかやってみようって言い出した人間がいまして、それエレキベースを普段やっている機長さん、キャプテンなんですけれども、 YouTube で調べていただきますとよく出てます。なんと彼はですね、結成後1年して楽器を始めまして、楽譜も読めないのになんかしがみつくかのように、もうこの活動に参加したいから頑張って練習して僕に叱られながらついてきているっていう、そんな64歳がおります。はい、で実は今日10名で伺いましたけれども、やはり予算には限りがございますからね。本当だったらね、実はもっとメンバーがたくさんおりまして、百数十名メンバーがおるんです。でやっぱりお仕事をしながらなので、今日というタイミングに都合を合わせられたメンバーで伺っております。ですので毎回お会いするたんびに誰かは違うっていう、そんな活動形態で、私ぐらいですかね、いつもいるのは。はい、もう大体こうやって追っかけてきてくださる方は私のことをスーッて無視してきますからね。そのような音楽経験でございました。ありがとうございます。田中君、ごめんなさい、名前言ってごめんね。はい、エレキベースの鈴木君も大学生から始めた。そうなんですね。なんかマンドリン部でベースをやっていたということで、はい、吹奏楽部じゃないんだよね。だから手挙げなかったんだね。ごめんね。大学から。そうするとやっぱりそれなりに後から覚えたって感じですよね。鈴木くんでした。メンバーのことを忘れる悪い癖がございます。本当にご質問ありがとうございます。さあ、続いたりしますか？はい、どうぞ。今日は兵庫から来ました。いつも羽田オーケストラの演奏を聴いてすごく元気出てるんですけども、今日初めての方もたくさんいらっしゃると思うんで、もしよろしければ CA さんの本日のこのコンサートのご案内をちょっと聞きたいなと思います。そういうのはですね、承ってないんですね。はい、質問は承りますけれどもね、お願いは承らないね。結構緊張するんですよ、喋るのね。僕の頭はおかしいんですよ。喋りながら演奏するって実は結構難しいんですよ。勘弁してやってください。ここまで引っ張っても誰もボランティアが出ないということはやっぱりやりたくないんだと思います。ぜひとも皆さんですね、アナウンスを聞きたい方、飛行機に乗ってください。よろしくどうぞ。その時まで取っておきましょう。兵庫から来てくださったのにね。さあ、ちゃんとね、私は断ったりします。はい。ですので、こんな質問しちゃいけないんじゃないかってご心配されることもございませんよ。ちゃんとお断りしますからね。さあ、青い方がいらっしゃいますね。青い方がね。羽音が大好きで、私ここ地元じゃないんですけど、ぜひ私の地元にも来てもらいたいと思った時に、どうやったら羽音の皆さんを呼ぶことができるんでしょうか？ありがとうございます。大好きとおっしゃってくださって本当にまずはありがとうございます。どうやったら羽音を呼べるのか、いい質問ですね。想像以上に簡単でございます。ここに来てくれというラブコールとお金です。本当にそれだけでございます。で、あまりお金の話をしますと面白いようで品がございませんので、少しだけのヒントにとどめておきますが、ANA グループはあまり他の航空会社と比べますと、そのテレビコマーシャルとか何か
その巨大な広告塔を立ててみたりとか、そのような活動はあまりしない傾向があります。でその代わりに、どうやって宣伝活動をするのかという時に、我々羽田オーケストラも一つの手段として、会社の言い方をすれば使われている側なんですね。でその社員の特技を宣伝活動に使おうというわけでございますから、基本的に我々社員にはですね、利他一文出ません。なのでそういうお金をご心配される必要はないんですけれども、っていうことは会社がそのラブコールには応えるべきであると判断することが何よりも大事なんですね。そして私は会社に使われている側でございますから、私が決めているわけではないということですね。で地域ごとにですね、ANA は支店を持ってございまして、ANA アキンドという会社が各支店の代表をしております。そちらにですね、リンリンと、今時電話は流行りませんので、E メールでもお客様センターでもご連絡ください。ダメ元でご連絡いただきますと、実はですね、私の元に届きます。で、全部その地域の代表の支店に送るんですね。こういう依頼が来ましたよと、どうするかお考えくださいと。そこから先、私は触っておりません。ですので、ギャラの心配はないということ、そして判断するのは会社であること、そして私はサラリーマンであること、このような要約でございます。ありがとうございます。なんか品がない回答をしていたら本当に平に謝ります。さあ、はい、ありがとうございます。ちょっとバトンのように渡してみましょうか。大あくびされていらっしゃいますね。コックピットにはボタンやスイッチがいっぱいついてると聞きましたが、だいたい全部含めてどれくらいついてますか？今から調べますので、少しだけお待ちいただけますでしょうか。どれぐらいついてるのかってボタン。ごめんなさい、数えたことがありません。ですね、大体どういうのがあるかというと、まず天井にサーキットブレーカーっていうのがあります。ご家庭についてるね、冷蔵庫とか電子レンジとか使いすぎてバンと落ちるやつ、ああいうのがいっぱいついていて、電気のスイッチ、それからエアコンのスイッチ、油圧系統ハイドロのスイッチ、その他アンチアイズっていってですね、羽やエンジンが凍りつかないようなスイッチ、それからワイパーとかですね、そういうのがいっぱい天井についています。そしてこのグレアシールドっていって、この運転席の前には大体自動操縦のスイッチがついています。ヘディングっていって進路を決めたり高度を決めるスイッチだったり、そういうのがいっぱいついています。そして操縦桿の前にはケーキがいっぱいあります。で、あと操縦士と、キャプテンの間にはこういうペデスタルっていうのがありまして、そこにエンジンスイッチだったり、あとは無線のスイッチ、そういうのがいっぱいありまして、それ大体どこに何があるかこう大体分かっているので、このドラムよりは全然たくさんあるんですけど、ドラムの方が難しいです。ちょっとドラムの方が少ないんだけど、こっちの方が難しいです。はい、どうもありがとうございます。質問してくださってありがとうございます。大人でも答えられないことがありますね。きっとですね、羽田空港に帰ったら調べると思います。コックピットの中にスイッチがたくさんあるが何個あるんですか？想像できそうで答えられないいい質問でしたね。さあ、私はまだ終わらせろと言われてません。はい、前から4列目3列目。私も公共交通の仕事をしてまして、乗務員がいたり運行管理者がいたり整備がいたり、みんな昼夜いろんな時間に働いてて顔を合わすことほぼほぼないんですけども、ここ
こんなにたくさんの職種の皆さんがいつも音色を合わせながら今日みたいな新しい曲何回顔を合わせて練習した結果が本日の演奏なんですか？痛すぎるそんな素直な質問痛すぎる。ありがとうございます。まずこんな素敵な音色というね、とても素晴らしい言葉を口にしてくださってありがとうございます。全員揃ったのは一昨日が初めてでしたね。で、昨日前日にこちらに伺いまして、この環境でのリハーサルをするっていう時間、そして今日皆様をお待たせしている間の午前中が、この全員が揃って何かができた時間でした。なんで、とっても演奏事故がたくさん起こっていたわけなんですけれども、普段からは、練習がご想像の通りできません。なのでこうやって機会をいただけた日、それを X デーとしましょうか。その X デーに対してマイナス4からマイナス5日前からメンバーの半分ぐらいでも揃えば一応練習するみたいなペースで大体やっております。私の感覚ですけれども、やっぱり夜ずっと寝ずに飛んで降りてすぐこの練習をするっていうのはとても辛いことなので休んでほしいんですけれども、仮にもその X デーに対してもう明日だとか明後日だっていう時にはよくメンバーはちょっと無理をして練習に参加してくれたりしていて、そのおかげもあってなんとかステージの上に立つことができているっていうので、ちょっと日頃のメンバーへの感謝もここで述べておきたいと思います。本当にありがとうございます。メンバーの 90% 以上がシフト勤務なので、本当に365日24時間本当に働いているメンバーで、全員が揃うっていうのはもう期待もしてませんし、なので当日揃えるのが精一杯。いやー、ここに来る前の一昨日全員揃ってよかったねぐらいの感覚で、本当はねもっと演奏を磨いて皆様の前に立つことができればいいのだがといつも思いながら反省ばかりしながらいつも羽田に帰ってます。赤裸々すぎる実態でしたね。1ミリの嘘がなかったですね。なんか訂正したいこととかもないですよね。本当にその通りですよね。はい、ご質問してくださってありがとうございます。さあ、次の質問ぐらいが最後になりそう。パッと上がった。ごめんなさいね、一緒に上げてくださった方。でもクイックに終わったらクイックに行くかもしれませんね。次お母さんのとこ行きますからね。ものすごく信仰されてる方のお声が素晴らしくてとても慣れていらっしゃるようですし、すっごくお上手なんですよね。なのでなんかそういうことをずっとされてた方かなって思うのと、そんな本当に素敵な信仰で素敵なお声だと思います。そして皆さんの姿勢がね、立っていらっしゃる女性の方の姿勢、お座りになっているピアノの方もすっごく姿勢がいいので、それを本当にずっと感心しながら見させて聞かせていただいておりました。ちょっとなんかそういうどういうことをされてたのかちょっとお話しいただければ嬉しいです。ありがとうございます。もう穴があったら入りたい。穴だけに。今のメンバーの白い目を見ましたか？私は本当にただのサラリーマンでして、
サラリーマンなんです。まあ、この言葉は日本国内でしか通じない言葉だとは思いますけれども、そうですね、なぜこのような人物になってしまったのか、私自身も、はい、振り返ってもよくわからない部分が多いです。ただどうでしょうかね、ちょっと恥ずかしいですけれども、褒められたので少しだけ調子に乗ってみますと、緊張をしないという特徴は普通の方よりもどうもあるようですね。こう多くの方を前にして「とか「あ」とか「う」とか「ちょっと」とか「とかそういう言葉を挟まずにしゃべるということは割と心拍数が落ち着いていないとできないことだと思っていて、メンバーがこうやってマイクを近づけると嫌がるみたいなのが普通の反応じゃないですか。その性質が、緊張しないという性質が、こうやって進行する上でも役に立ってるんではないかなと思います。というのも会社の中で私はマーケティングを普段担当しているんですけれども、社長や役員の前でプレゼンテーションをしたり、社長とこれはこうしないとダメですよというような、主張をしたりするシーンは、日常茶飯事というかですね、日常茶飯事なんですが、その時もね、よく言われますね、社長や役員にね、お前はよくしゃべるなと。そういうことなんだろうと思ってございます。そして私の声に関しても触れてくださってありがとうございます。特に何も入れてございませんけれども、両親に感謝ですね、このような声にしてもらった。はい、それぐらいでしょうか。それ以外のメンバーのその立ち振る舞い、姿勢が良いというのは、偶然ではなく、普段の業務の中で、養われた、培われたものといって差し支えないと思います。会社に入る前から姿勢が良くなるような習い事をしていた人間や、それなりに訓練を受けた人間も中にはおりますけれども、少なくとも会社に入ってから人前に立つ時には、このようにするべきだという、訓練を受けていることもあって、一般の方よりは多少人前に立っている間少し足を一歩引いてこう胸をまっすぐにしてみたいな、そういう基本的な姿勢は心得ていると、そんな具合でございます。はい、美しいと言ってくださってありがとうございました。ほぼ同時だったんでね、もう一個だけお母さん言ってみます。はい、ピンク色のその今ご質問してくださった方の後ろの列のその辺でお手を挙げられてた方がいらっしゃいまして、はい、ほぼ同時だったので最後の最後にしましょう。はい、どうぞお願いします。すいません。女の子のパイロットはいますか？女の子のパイロットはいますか？パイロットに答えてもらおうか。女の人のパイロットいますか？はい、たくさんいます。副操縦士にもいますし、機長さんにもいます。そしてママさんで2人3人お子さんを育てながら、飛んで、機長になって訓練とフライトと家庭と両立して頑張っている素晴らしい、女性のパイロットがうちの会社にはたくさんいます。もしよかったらチャレンジしてみてください。ありがとうございます。その時はぜひとも青い翼でお願いいたします。さあ、以上で交流会を終了とさせていただきます。質問してくださった方、本当にありがとうございました。アンコールはね、きっとあるでしょうね。はい。先ほど声がどうとかね、信号がうまいって言われてちょっと舞い上がってますね、私ね。アドリブなんですよ。ここに台本があるわけでもなくアドリブだったので、ちょっと褒められて調子に乗っていますね。さあ、ちょっとお待ちください。
さあ、お待たせいたしました。ここからは第2部の始まりでございます。始まる前からね、アンコールを聞かれたのは初めてでございますが、もしですね、もう一曲聴きたいぞというお気持ちになられましたら、最後の曲の後にぜひとも拍手をいただきたい。必ずですね、最後の曲だと分かるように演奏させていただきますので、ぜひともよろしくどうぞ。さあ、先ほど来申し上げております、ここ地元岸川中学校吹奏楽部の皆さんとコラボ演奏をお届けする時間となりました。舞台袖でまだかまだかと待ってございます。さあ、呼んでみましょう。岸川中学校吹奏楽部の皆さん、カモン！